こんにちは、みるです。今日は洗濯に関する言葉をたくさん集めてお話をしたいと思います。前回ね、お布団を干しました。なので今日は洗濯をしましょう。洗濯するもの、お洋服とかタオルとかね、洗濯するものを、洗濯機に入れるところからですよ。はい。まず洗濯機の蓋を開けて、洗濯物を洗濯機に入れますね。でね、ここでもまず注意点がいくつかありますね。洗濯するときに色物と白物を一緒にすると色移りすることがあります。色物というのはその名の通りですね。色がついているもの。それから白物というのは白いものですね。白い服、白いタオル、何でもいいです。で、この色がついているもの、濃い色とかね、色落ちしやすいもの、色が落ちやすいものですね。これと白いもの、白っぽいものを一緒に洗濯してしまうと、色移りすることがあります。色が移ってしまうんですね。白っぽい洋服に、例えば赤とかね、黒とか、そういう色が移ってしまう。色移りと言います。なので、色物と白物は一緒に洗わない方がいいですよね。はい。それから注意したいのが、靴下ですね。靴下を脱いで、そのね、丸まったままポイッと入れてしまうと、きれいに洗濯ができないので、丸まった靴下をね、元に戻して、きれいにしてから洗濯機に入れます。それから、ポケットの中の確認もしますね。ポケットの中に物が入っていたら大変です。一番ね、悲惨なのがティッシュですよね。ティッシュ入れたまま洗濯すると、後でね、もう悲惨なことになってしまうので、ティッシュが入っていないか、確認をする必要があります。で、洗濯物を洗濯機に入れたら、今度はね、洗剤を入れると思います。洗剤もいろいろな種類があります。例えば、液体洗剤。液体のね、洗剤です。粉末洗剤はね、粉状の洗剤です。それからね、なんかジェルボールというのもあるみたいですね。ボールのようになってて、で、その中になんかジェルが入っているんですって。で、一つね、それを取ってポンと入れるだけでもういいみたいです。はい。そのようなね、いろんな洗剤があるようですが、洗剤を入れて、で、柔軟剤を入れる人もいると思います。はい。で、全部入れ終わったら、蓋を閉めて、そして電源を入れます。で、電源を入れた後ね、いろんなコースがあります。まずね、一番便利なのが、おまかせコースですね。おまかせ、私に任せてっていうやつですね。任せてっていうのはね、私が全部やるよ。心配しないで。これですね。おまかせをして、スタートって押すと、洗濯機がグーグーグーってこう中でね、揺れるんです。そして、その洗濯物の量を測ってくれるんですね。で、それに合わせてお水の量とか、すすぎの量とか、脱水の回数をね、選んでやってくれるんですね。なのでね、これが一番便利な機能かもしれません。他にもいろんなコースがありますね。例えば、おしゃれ着洗い。優しく洗うコースです。デリケートな素材のものを洗うときにとても便利ですね。シルクとかウールとかね、こう思いっきりね、強く洗ってほしくないものは、そのようなね、おしゃれ着とかね、優しいとかね、そういうボタンをね、押すと、こうゆっくり優しく洗ってくれます。それから、時短コースというのもありますよね。早くやりますよ。大体ね、洗濯機お任せとか、標準のね、普通のを押すと、50分 ?1 時間ぐらいかかると思うんですが、それをね、20分でやっちゃうよっていうやつですね。それから、強力コースね。汚れが強いものを洗うときは、そういうボタンをね、押すと、かなり強いね、洗濯をしてくれるっていうね。ひどい汚れをね、落としますよっていう強力コースなんていうのもあります。あとはね、お布団もありますよ。お布団コース。お布団洗うときはこれを押してくださいっていうところです。
それからつけ置き。20分、30分ちょっとわからないんですけど、洗剤入れてね、こうお水入れて、お洋服入れてね、つけておいて、その後に洗いますよっていうコースもあります。あとはこれも便利ですね。予約機能というのもあります。何時間後に洗ってくださいっていうね、その時間を設定できる機能もあります。はい。こんな感じで、自分のね、好きなコースを選びます。あとは、自分で、例えば水の量、それからすすぎの量、それから、すすぎの量、すすぎの回数、そして、さっきも私すすぎの量って言いましたね。すすぎの回数ですね。はい。水の量とすすぎの回数と脱水の回数、これを自分で選ぶこともできます。はい。なので、好きなね、コースを選んで、好きな、設定をして、スタートって押すと洗濯が始まります。では、ここではもう洗濯が終わったとします。はい。洗濯が終わるとね、ピーピーピーとかね、ピロロロロンとか、なんかメロディーがね、流れたりすると思うんですが、いろんな音で終わったよと知らせてくれると思います。そしたら人によると思うんですが、水のね、栓を閉めて、コンセントを抜いて、蓋を開けるとかね、そのまま蓋を開けるっていう人もいると思います。はい。で、今話すのはね、乾燥機の機能はついていないという設定でお話しします。はい。なので、自分で洗濯物を干さなければいけません。で、洗濯物を乾かすためにいろいろなものを使いますね。例えば T シャツとかね、セーター、ハンガーを使います。それから、例えば靴下とかタオルとか小さいものをね、ハサミを使って干したりしますね。はい。で、まず洗濯機から洗濯物を1枚ずつ取り出します。でね、そのまま干してしまうと、その脱水した時のね、シワがそのまんまになってしまうので、シワを伸ばす必要があります。なので、1枚取り出して、パッパッパッとお洋服を振って、シワを伸ばして、それから、ハンガーやね、ハサミなどを使って干すと思います。で、私の場合なんですけど、まずね、ハンガーを使うもの、ハサミを使うものってね、分けておきます。例えば、洗濯取ったらね、あ、これ T シャツだってね、パッパッパッと振って、シワを伸ばして、洗濯かごに置く。そして、もう一個出したら、あ、これはズボンだ。で、ズボンもパッパッパッと振って、シワを伸ばして、これは、ハサミだからこっちっていう感じで、ハンガーを使うものと、ハサミを使うものでね、こう最初に全部分けちゃうんです。それで、後でね、ベランダに行って干すときに、全部ね、ハンガーはハンガーで、こう、簡単に干せるようにしています。皆さんはどうでしょうか？例えば T シャツを干すときですね。T シャツをハンガーにかけます。そして、そのハンガーを物干し竿にかけます。そして、太陽に当てて干します。はい。物干し竿というのはね、日本のベランダによくある長い棒です。皆さんのお家にもありますか？あれね、物干し竿と日本語では言います。物干し竿に T シャツをかけたハンガーをかける。はい。そして干すんですね。それから洗濯バサミがたくさんついているやつ。ありますね。あれすごく便利です。靴下とか小さいタオルとかそういうものをね、干すことができます。私あれね、今言った通り、洗濯バサミがたくさんついてるやつって言ってるんですけど、調べたらピンチハンガーっていうね、名前があるそうです。はい。それには、今ね、言いましたように、靴下とかタオルなどをハサミで留めて干します。で、タオルもいろいろな種類がありますね。大きいのはバスタオルです。お風呂上がった後にね、体全体を包むことができるような大きいタオル。あれバスタオルと言います。そして、もうちょっとね、小さいの。顔を洗って拭く。首にね、ちょっとかけて作業ができるようなタオル。あれはね、フェイスタオルと言います。そして、一番小さいのね、正方形が多いかなと思うんですが、ハンドタオル。手を拭くためのタオルですね。
こういうタオルはね、ピンチハンガー、洗濯バサミがたくさんついているやつで留めて干すことができますよね。はい。このようにハンガーとかハサミを使って干すんですが、雨の日は室内干ししますね。部屋干し、室内干しなんて言うんですが、部屋の中で干すことを言います。そして天気がいい、晴れているときは外干しですね。外に干す。はい。ということで今日は洗濯に関係する言葉をたくさん集めてお話ししました。じゃあ、バイバイ。こんにちは、ミルです。今日は洗濯に関する言葉をたくさん集めてお話をしたいと思います。前回ね、お布団を干しました。なので今日は洗濯をしましょう。洗濯するもの、お洋服とかタオルとかね、洗濯するものを、洗濯機に入れるところからですよ。はい。まず、洗濯機の蓋を開けて、洗濯物を洗濯機に入れますね。でね、ここでもまず注意点がいくつかありますね。洗濯するときに、色物と白物を一緒にすると、色移りすることがあります。色物というのはその名の通りですね。色がついているもの。それから白物というのは白いものですね。白い服、白いタオル、なんでもいいです。で、この色がついているもの、濃い色とかね、色落ちしやすいもの、色が落ちやすいものですね。これと白いもの、白っぽいものを一緒に洗濯してしまうと、色移りすることがあります。色が移ってしまうんですね。白っぽい洋服に、例えば赤とかね、黒とか、そういう色が移ってしまう。色移りと言います。なので、色物と白物は一緒に洗わない方がいいですよね。はい。それから注意したいのが、靴下ですね。靴下を脱いで、そのね、丸まったままポイッと入れてしまうと、きれいに洗濯ができないので、丸まった靴下をね、元に戻して、きれいにしてから洗濯機に入れます。それから、ポケットの中の確認もしますね。ポケットの中に物が入っていたら大変です。一番ね、悲惨なのがティッシュですよね。ティッシュ入れたまま洗濯すると、後でね、もう悲惨なことになってしまうので、ティッシュが入っていないか、確認をする必要があります。で、洗濯物を洗濯機に入れたら、今度はね、洗剤を入れると思います。洗剤もいろいろな種類があります。例えば、液体洗剤。液体のね、洗剤です。粉末洗剤はね、粉状の洗剤です。それからね、なんかジェルボールというのもあるみたいですね。ボールのようになってて、で、その中になんかジェルが入っているんですって。で、一つね、それを取ってポンと入れるだけでもういいみたいです。はい。そのようなね、いろんな洗剤があるようですが、洗剤を入れて、で、柔軟剤を入れる人もいると思います。はい。で、全部入れ終わったら、蓋を閉めて、そして電源を入れます。で、電源を入れた後ね、いろんなコースがあります。まずね、一番便利なのが、おまかせコースですね。おまかせ、私に任せてっていうやつですね。任せてっていうのはね、私が全部やるよ。心配しないで。これですね。お任せをして、スタートって押すと、洗濯機がグーグーグーってこう中でね、揺れるんです。そして、その洗濯物の量を測ってくれるんですね。で、それに合わせて、お水の量とか、すすぎの量とか、脱水の回数をね、選んでやってくれるんですね。なのでね、これが一番便利な機能かもしれません。他にもいろんなコースがありますね。例えば、おしゃれ着洗い。優しく洗うコースです。デリケートな素材のものを洗うときにとても便利ですね。シルクとかウールとかね、
思いっきりね、強く洗ってほしくないものは、そのようなね、おしゃれ着とかね、優しいとかね、そういうボタンをね、押すと、ゆっくり優しく洗ってくれます。それから、時短コースというのもありますよね。早くやりますよ。だいたいね、洗濯機お任せとか、標準のね、普通のを押すと、50分 ?1 時間ぐらいかかると思うんですが、それをね、20分でやっちゃうよっていうやつですね。それから、強力コースね。汚れが強いものを洗うときは、そういうボタンをね、押すと、かなり強いね、洗濯をしてくれるっていうね。ひどい汚れをね、落としますよっていう強力コースなんていうのもあります。あとはね、お布団もありますよ。お布団コース。お布団洗うときはこれを押してくださいっていうところです。それから、つけ置き。20分 ?30 分ちょっとわからないんですけど、洗剤入れてね、お水入れて、お洋服入れてね、つけておいて、その後に洗いますよっていうコースもあります。あとはこれも便利ですね。予約機能というのもあります。何時間後に洗ってくださいっていうね、その時間を設定できる機能もあります。はい。こんな感じで、自分のね、好きなコースを選びます。あとは、自分で、例えば水の量、それからすすぎの量、それから、すすぎの量、すすぎの回数、そして、さっきも私すすぎの量って言いましたね。すすぎの回数ですね。はい。水の量とすすぎの回数と脱水の回数、これを自分で選ぶこともできます。はい。なので、好きなね、コースを選んで、好きな、設定をして、スタートって押すと洗濯が始まります。では、ここではもう洗濯が終わったとします。はい。洗濯が終わるとね、ピーピーピーとかね、ピロロロロンとか、なんかメロディーがね、流れたりすると思うんですが、いろんな音で終わったよと知らせてくれると思います。そしたら人によると思うんですが、水のね、栓を閉めて、コンセントを抜いて、蓋を開けるとかね、そのまま蓋を開けるっていう人もいると思います。はい。で、今話すのはね、乾燥機の機能はついていないという設定でお話しします。はい。なので、自分で洗濯物を干さなければいけません。で、洗濯物を乾かすためにいろいろなものを使いますね。例えば T シャツとかね、セーター、ハンガーを使います。それから、例えば靴下とかタオルとか小さいものをね、ハサミを使って干したりしますね。はい。で、まず洗濯機から洗濯物を1枚ずつ取り出します。でね、そのまま干してしまうと、その脱水した時のね、シワがそのまんまになってしまうので、シワを伸ばす必要があります。なので、1枚取り出して、パッパッパッとお洋服を振って、シワを伸ばして、それからハンガーやね、ハサミなどを使って干すと思います。で、私の場合なんですけど、まずね、ハンガーを使うもの、ハサミを使うものってね、分けておきます。例えば、洗濯取ったらね、あ、これ T シャツだってね、パッパッパッと振って、シワを伸ばして、洗濯かごに置く。そして、もう一個出したら、あ、これはズボンだ。で、ズボンもパッパッパッと振って、シワを伸ばして、これは、ハサミだからこっちっていう感じで、ハンガーを使うものと、ハサミを使うものでね、最初に全部分けちゃうんです。それで、後でね、ベランダに行って干すときに、全部ね、ハンガーはハンガーで、簡単に干せるようにしています。皆さんはどうでしょうか？例えば T シャツを干すときですね。T シャツをハンガーにかけます。そしてそのハンガーを物干し竿にかけます。そして太陽に当てて干します。はい。物干し竿というのはね、日本のベランダによくある長い棒です。皆さんのお家にもありますか？あれね、物干し竿と日本語では言います。物干し竿に T シャツをかけたハンガーをかける。はい。そして干すんですね。それから洗濯バサミがたくさんついているやつ。ありますね。あれすごく便利です。靴下とか小さいタオルとか、
そういうものをね、干すことができます。私あれね、今言った通り、洗濯バサミがたくさんついてるやつって言ってるんですけど、調べたら、ピンチハンガーっていうね、名前があるそうです。はい。それには、今ね、言いましたように、靴下とかタオルなどをハサミで留めて干します。で、タオルもいろいろな種類がありますね。大きいのはバスタオルです。お風呂上がった後にね、体全体を包むことができるような大きいタオル。あれバスタオルと言います。そして、もうちょっとね、小さいの。顔を洗って拭く。首にね、ちょっとかけて作業ができるようなタオル。あれはね、フェイスタオルと言います。そして、一番小さいのね、正方形が多いかなと思うんですが、ハンドタオル。手を拭くためのタオルですね。こういうタオルはね、ピンチハンガー、洗濯バサミがたくさんついてるやつで留めて干すことができますよね。はい。このようにハンガーとかハサミを使って干すんですが、雨の日は室内干ししますね。部屋干し、室内干しなんて言うんですが、部屋の中で干すことを言います。そして天気がいい、晴れているときは外干しですね。外に干す。はい。ということで今日は洗濯に関係する言葉をたくさん集めてお話ししました。じゃあ、バイバイ。